さん、はじめまして、かけつと申します。今日は初めてイラスト原作というものをやっていきたいと思います。では、今からね、やっていきたいと思います。一番最初、こちらですね。はるかさんからですね。これ、皆さん、何か変なのがお分かりですか？皆さんはもう分かっていると思うんですが、この謎のスペースは何なんでしょうか？必要があったんでしょうか？もしかしてこれは殺し屋のスペースなんではないでしょうか？まず、不要なものを取り除きましょう。取り除いた結果がこちらなんですが、皆さんこれを見て何か思いませんか？そう、左側、なんかやけに狭苦しく感じますよね。そう、先ほどのスペースは、星川さらちゃんを横に少し移動するためのスペースだったんですね。どうですか？イラストが見やすくなったと思いませんか？なぜ見やすくなったかというと、先ほどの状態だと、このグレーの部分、ここのグレーの部分から、まるでひょっこりはんといって出てきてるような感じになってしまうんですね。しかし、こちらに少し移動することによって、動きの動線が見えやすくなるんですね。こういったポーズをしてるんじゃないかなと。動きが予想されるようになるんですね。だがしかし、今、皆さんが見てらっしゃるこの状態だと、あまり構図としては横長になって、なんだかやはり気持ちよくない。こんな状態なんですね。皆さんがよく上石さんで見られる構図ってどんな感じですか？あまりこのおへその下あたりで切ってるような感じはしませんね。そう、大体の方がこのあたりで切られてるんですね。これもなぜかというと、体の動きがどういう風になるかっていうのがわかるから。この先の想像ができるんですね。前かがみになって投げキッスをしてくれてるのかなっていう想像が出来上がるんですね。トリミングはとっても重要なんです。だがしかし、これですとキャラクターが小さくなって余白がたくさんございます。なので、多少動きがわかる程度に抑えておけばいいです。じゃあ、キャラクターは大きくなってキャラも見やすくなりましたね。先ほどの予測はやっぱりこのためにあったんですね。ですが、顔が少し右側に移動してしまいましたね。ということはもうこの目線は合ってないようになるんです。なので、少し移動してしまったのならば、そのトリミングに合わせてこういうところもチェンジしてみましょう。なら見てください。こちらを見たようなサラちゃんになりましたね。少しこちらに移動するだけで見るようになりましたね。先ほどまでなら、ここに顔がありました。だけど、顔がこちら側に移動することによって、先ほどまでの目線がずれてしまうということですね。リアルの人間だったら勝手に目は追従しますが、イラストの場合は、そのまま移動してしまいます。だから、ちゃんとトリミングをして、体が動いたのならば、それに合わせて、こういう風にね、移動させてあげないと、目線はずれてしまうということなんです。だからトリミングの際はね、十分に気をつけて、目線のチェックも忘れず、仕上げていってください。では、はるかさんの作品でした。では、次のイラストにやっていきたいと思います。うけつさん、こんな感じでいいですか？ありがとうございます。大変わかりやすかったのかなと思います。でも、もう二度と私に振らないでください。声がしんどいです。では次にやっていきましょう。次はこちら。カリカリ大学芋、V スポ所属の小森メトさんですね。これも何か変ですよね。なんだか真ん中の位置からずれてるような、そんな感じがいたしませんか？何より、この服の下から紐がなんで引っ張られているのか。一体何が作用しているんでしょうか？この説明がされておりませんね。これは霊的物件なのかもしれません。なので、まずキャラクターをしっかり真ん中に寄せましょう。こちら、先ほども言ったように、不要なスペースがあるんですね。こちらをまずは埋めましょう。なるべく初心者の方はキャラクターを大きく見せるように。そして顔は真ん中にあるように配置してください。これだけで随分と見やすくなったんじゃないでしょうか。そして頭が少し小森メトさんの顔と比べると少し大きいですね。もう少しだけ収縮いたしましょう。これはなぜ簡単に頭が大きいという風にわかるのかというと、もし断面図で首をつけた場合、どうですか？なかなか首の太いメトさんなんじゃないでしょうか。でかいですね。なので、少し首のスペースを見せることによって、首の太さを皆さんに実感させてもらいましょう。これですっきりした感じになったんじゃないでしょうか。で、最初に言っていたこちらですね。今これ、もし引っ張られてるのであれば、誰か V スポの誰かの手があって、そして次、引っ張られたのであれば、めくれますね。こう、ベラッとめくれてるようなね、感じにした方が、ストーリー性がそれだけで生まれると思うんですよね。隠してたバナナが見つかるみたいなね、そんな感じのストーリー性を出しておけばいいんじゃないでしょうかね。せっかくこうやって引っ張っているという要素があるんですから、これを活かした方が、次の不動産にね、繋がるかと思うんです。では、次に行きたいと思います。ケツさん、次の方、お願いします。ちょっと一般の
の方、確認していいですか？出るかな？一般の方。出る！後でやりますね。では次の方いきます。こちら。皆さん、何が変かお分かりですか？これ、一番問題なのは、すべてに色収差をかけてるんですね。すべてに色収差がかかれてて、もう全部ぼやかされたように見えるんですよ。見てて辛い。色収差をつけるんだったら、あまり顔にはつけない方がいいです。今、この状態と、この状態、超スッキリ見えませんか？顔が。すごく見えやすくなったんじゃないですか？こういった微妙なところですが、サムネになると、あんまり変わってないように見えるかもしれませんが、結構変わってるんです。色収差をかけるならば、見せたくないところにかけて、見せたいところにはかけない。今この状態であれば、顔と手にはかけない方がいい。なぜならこれは一番手前にあるから。一番手前にあるものということは、ピントが合っているということなんですね。じゃあ他のものは、色収差がなぜ見えるのかってあれはピントが合ってないから、色収差という効果が現れるんです。今私たちはこの顔だけにピントが合ってる状態なので、この辺りに色収差をかけると、普通に物理的にもおかしいんですね。テクニックは要領用法を正しく守ってお使いくださいという話です。次。こちら、神くんのイラストですね。変ですね。何が変なのかというと、これがホタルちゃんの頭っていう風に認識はできるんですけど、あまりにも人のパーツが見えないせいで、ただの黄色いマリモみたいなものが2つあるなっていう感じに見えるんですよ。顔の隠しすぎですね。僕は一体これ、前向きなのか後ろ向きなのか、どっち向いてるのかさっぱりわかんなくて。だから、ここが前髪といたしましょうか。じゃあ、ここに顔をつけてみましょう。これでだいぶ見やすくなったと思いませんか？あまりにも顔のどのパーツがっていうものがわかんなくて、ソラくんがただの黄色い毛玉になっちゃってるんですね。何かわかりやすいものをあえて書いておくというものはね、すごい大切なことなんですよ。状況を伝えなきゃいけません。ちゃんとね、自分は相手に私はこういうものを書いてますよって名刺のようにね、書いてあげなきゃ見えないんですよ。せっかくいいシーンなのに、こんな感じですよ。毛玉と毛玉がなんか合体して、こんな状態ですよ。では、次のね、添削の方にね、やっていきたいと思います。とりあえず、この毛玉ちゃんはサービスしておきますね。では、じゃあちょっとこちらやっていきましょうかね。ヨルタくんのルイネですね。はい、ありがとうございます。ルイネ描いていただいて。では、皆さん、こちらのイラスト。あ、私がやるんじゃなかった。カカハラさんお願いします。はい、やらせていただきます。僕のね、出番が取られるのかなって思ったんですけど。こちら、皆さん何が変かわかりますか？こちらね、ひっくり返すとすごいわかりやすいと思うんですが、布団なのか、布団じゃないのか、よくわかんないんですよね。よく、パースで勘違いされる方いるんですが、これ、すべての流れがこうなってるんですね。これね、パースを習ってる人だったらわかると思うんですけども、こんな綺麗に成立しないんですよ。奥に行くことによって流れが変わるんですね。背景とか書いてるときに、例えば一点透視図法とかっていうのがありますよね。あれってこういう風に何か集結していってるように見えますよね。これだけで皆さん何かここがすごく遠いっていう風に見えるでしょ？だけど、今これすべて同じ流れになってしまってるんですね。これはもうちょっと難しいから皆さんあまりできないかもしれない。で、あまりにも布団のシワがめちゃくちゃ、こんな布団のシワの付き方ありません。覚えておいてください。布団もシワなんです。だからしっかりとした説明が必要なんです。一気に書くんじゃなくて、まず力が入ってるとこを書きます。こう、キュッキュッと。まず、こう、置いたのならば、どんな感じで頭動かしたんだろうと。例えば、この頭をこっちに、こう動かしたとしましょう。じゃあ、シワはこう寄りますよね。この寄った部分だけ、後のシワをちょろっと動かすだけでいいんです。先ほどのだったら、もう、めちゃくちゃに揺れた水面みたいになってるんですよ。だから、どう動いてるのかさっぱりわかんないです。動かしたのならば、シワっていうのは、力が加わってできるもんでしょ？まずは、力が加わったシワを描くんですよ。そこに、後の余波のようなシワは多少できるんで、キャラが見えにくくなって仕方がないんですよ。とりあえず、メインに力がかかってそうなとこだけ入れたんですが、先ほどの状態と見比べてみましょう。どうですか？すごいガタガタしてるところに寝っ転がってるように見えませんか？これに体のラインに沿った影を置いていけば、寝っ転がってるように見えますよね。先ほどのこのカーテンの影も見えやすくなったでしょ？そういうところに気をつけましょう。変なところに寝てちゃダメですよ。では、一般視聴者の人たちのね、ダウンロードが終わったので、こっちを見ていきましょう。じゃあ、ラストは一番うまい子にしようかな。よいしょ。こういったやつの盛り上げ方でも教えようかな。まず、どこ見てんのかわかんない。ここに蝶々をつけてしまったらもう、ここ見てるようにしか見えないでしょ？ここに蝶々飛んでると。皆さん、考えてみてほしいんですよ。女の子がこういったポーズを取るときってどういう状況ですか？一般論で考えて。正解。相手がいるんですよ。
二人で追いかけっこをしている状態のクルリンパの時でしょ。砂浜とかでのキャッキャウフのポーズでしょ。こういう状況じゃない、見えやすくするとね。だから相手がいるっていう状況がすごいわかりやすいポーズなのに、目が揃えてたりすると変なのよ。で、もっと恥ずかしそうに目をそらしてるんだったら、これぐらいまぶたを落としてる方がいい。これだとそんなに見てないのよ。恥ずかしそうに目線をそらしてる人っていうのは、まぶたが落ちてなきゃいけないのよ。これと、これだったら。しかも、舌出してるやん、これって。別に相手見てない時って舌出さんくね？だから今、もしこの目線で行くんだったら、口をつむんだような感じすると、説得力いかへん？もし目線をそらしてるっていう状況ならだね。だいぶ照れてて目線をそらしてるっていうんやったらな。これが表情の説得力よ。一個ずつポーズつけてるのは全然いいんやけど、そのポーズにも、期したポーズがあると思うんだよね。こうちょっと上目遣いしてる時の方が、説得力ないかい？恥ずかしがってるんだったらこっちで全然いいと思うけど。あと、足元の方なんですけども、せっかくこれだけ綺麗なのに、足元の方が余白がいっぱい余っちゃってるので、落ち影とかね、追加した方が距離感とかも出てね、立体がはっきりするんじゃないかなって思うんですよね。これをピュッてつけただけで、皆さんにはこういうエリアが見えてると思うんです。あとは、例えば波紋とかですかね。波紋の王冠みたいなのとかつけたりすると、あ、水辺で遊んでるのかなみたいな感じのイメージがね、キャラクターイラストなのにできるかなと思います。はい。というわけでや。では、最後、CM! 疲れたよー！疲れたよー！いやー、いつもの添削と違って疲れたよー！もっとみんな上手くなったらコロソに行こうね。僕が言ってることなんて基礎中の基礎だからね。コロソ行こうね。コロソで頑張って勉強しようね。もう中級者上級者になったらコロソでガンガン勉強しようね。僕は、コロソに行く手前は僕がお世話するけど、それ以上になったらコロソ行こうね。頑張ってね。じゃあ今日はこの辺で、コロソ